この革をだいたいですね、3、4枚重ねていって高さを作ります。かかとの高さはサイズによって多少変わりますし、木型によってもね変わったりするんですけど、だいたいそれぐらいですね。だいたいね完成30ミリ前後くらいになることが多いです。木型をそういう風に作ってますね。やっていきます。まず最初はこれもあらかじめこんなのをね作ってきました。これ鉢巻きと言います。これも普通に革なんですけど、これ最初1段目ねこれを貼り付けます。これこうジグザグにカットした革をこう曲げてこの状態にしてあります。これをこの1番目にまず貼っていきます。まず今のね鉢巻きを貼るためにこのソールの底面をやすります。今ちょっとある程度やってあるんですけど、ソールはねこう見ての通りそのままだとツルツルなので表面を削り落として接着できるようにしていきます。ちなみにこの鉢巻きには下鉢上鉢っていうのがありまして、どっちがちょっと下か上か忘れちゃったんですけど、要はソールの上に鉢巻きを入れるか下に鉢巻きを入れるかです。今回はソールの下に鉢巻きを入れます。ソールの上に入れるっていうことは、つまりソールを貼る前に鉢巻きを先につけておくっていうのがありますね。MTO はそうやってます。MTO はというかくぶ仕立ての場合はそういうふうに作ってますね。それぞれメリットとデメリットがあるんですよ。どっちもやりよう次第ではあるんですけど、ソールの上に鉢巻きがある方がこのソールのこの丸みが少なくなります。あらかじめちょっと平らにしておけるっていうことですね。あとはですね、このヒールのこの隙間のところ、この上部の仕上げがやりやすいですね。鉢巻きってこの上銀面なんで、上に鉢巻きがついていれば、もうこのヒールの上面、この部分ですねがもう仕上がってる銀面で仕上げておけるので、あんまり手を入れなくていいんですよね。鉢巻きを後からつけるってことはソールのこの床面がここに来てるんで、床面っていうのはもしゃもしゃしてます。毛羽立ってですね。だから仕上げをちゃんとしなきゃいけないとか、床面が見えないように削り込んでアッパーにぴったり沿わせていかないといけないんですね。でも逆に良さとしてはアッパーにしっかり密着させることができることですね。良さってそれぐらいだと思うんですけど、だからこの見た目ですね、このソールがアッパーにより密着させられるのが後から鉢巻きを貼る方ですね。作業性がいいのは先に鉢巻きをつけておく方です。っていうのは一般的ですけど、やりようによってはね違ったりすると思うんですけど、一応そんな僕の中では認識ですね。でこれはフルハンドで作ってるんで、 MTO の場合もそうですけど、ビスポークもフルハンドの場合は後から鉢巻きをつけるっていうのが基本でやってます。やっぱり手間をかける、作業性よりもその美観デザイン的な部分を優先するっていうところですね。本底鉢巻き、そして中底まで貫通して穴を開けたので、そこに木釘を打ち込みます。積み上げを貼っていきます。鉢巻きは貼って、木釘打って
だいたい平らっぽくしました。まだ平らにはなってないですけど、徐々に平らにしていきます。積み上げは銀面、こっちの糊塗ってありますけど、皮の表ですねを上にしてつけますね、僕は。なぜかというと、横面は厚みがあるのに対して銀面本当上部上にしかないので、なるべくその貴重な銀面を残すために上にしておきたいですよね。積み上げて層になって残るので、確実に層として見える銀面が上にすることによって層が綺麗に見えるのかなと。この後ね、平らにするためにこっちが削るんですよね。がっつりこの厚みなくなっちゃうんで、その時に銀面も一緒になくなっちゃいたくないみたいなとこですね。だから皮の表面を上で貼っています。トップリフト前最後の1枚を貼ります。これで積み上げは4枚目です。でこの積み上げたヒールの側面を水で濡らしてハンマーで叩きます。側面からね叩きます。こうしてこの積み上げの層を全体をこう敷き詰めるというか固めるような感じにしてで、筋を潰すような感じでまた叩きます。この積み上げの表面の繊維をね横からも固めるというか締めるようなイメージです。でこの後トップリフトを貼りますけど、その前に、完璧にここを平らにしていきます。でこれで積み上げ完全に平らです。でこれトップリフトですね。最後に貼り付ける一番上の層ですけども、その前に積み上げ固定します。これはすり減ったらこのゴムの部分がこれ8ミリぐらいあるんですけど、これがなくなったらこれだけ剥がして交換します。でこっちの今積んでた積み上げの方はこれ交換しないんで、これはまとめても固定しちゃいます。釘を打ちます。でここに釘を打ちます。途中まで釘を打って切ります。そして糊を塗ります。でトップリフトを貼るんですけど、これさっき打って切った釘はこれ隠し釘ですね。ちょっと飛び出てますね。これトップリフトをこうやって貼り付けると
さっきのこの隠し釘がトップリフトの中にグッと刺さります。それによって固定され、接着だけでも十分なんですけど、ずれ、ガンとね、何かに当たった時とかにも釘が入っていることによってずれない、それ用で打ち込みました。次はガラスを使って、表面を削っていきます。こんなガラスの破片使ってて手危なくないのかと普通に触ってるんですけど、危ないくないのかと思われるかもしれないですけど、これね全然ってことはないですけど大丈夫です。これ触っててパッと切れるっていうことはないです。やっぱりこういうガラス、元も最初もっとでかいですけど、ガラスの破片を割って使っていくんですけど、やっぱり危険なのはガラスの危険なのはバーンと衝撃が当たって尖った割れ方をするんですよね。あれは本当危険ですけど、これ操作して割ってるんで割りたい形に割って使ってまして、そういう危険なこの破片みたいな感じとはまたちょっと違うと思いますね。でも逆に危険というか切れ味があるからこそこうやって皮が削っていけるんであって、もちろん危険なことに変わりはないですけど、これを素手で持って使うからといって手が血だらけになるみたいなことはね全然ないです。この靴作りのガラスを使っている時に血が出たことはね多分ないと思いますね。当然ガラスも使っていけば切れ味が落ちていくんで、そしたらまた新しいのを使っていきます。ということで、こんな風にガラスで削っていると、さっきこれヤスリで削って表面白っぽかったですけど、茶色く綺麗になりましたね。これ気持ちいいんですよ。で、ペーパーですね。もう本当に前回の小橋絵と引き続きひたすら削りますんで地味ですね。でも積み上げ形になってきて、もうほぼ完成が見えてきたんで、もう作りながらねワクワク感は高まっていきます。でこれでガラスをかけてペーパーをかけてほぼね側面の仕上げは完成してます。最後にここの顎ですね。これ顎は最後にまとめて揃えます。というのも1枚ずつ線にこの顎の線ぴったりにもし皮を貼り重ねていったとしたら絶対にガタガタになって綺麗にここ仕上がらないので、少し飛び出させた状態にしてありますね。今この線書いてあるところが実際の顎のラインです。これに合わせてカットします。最後にかかと車を入れます。このかかとの上部にこうギザギザの模様を入れるという、伝統的なやり方というかデザインですね。ほぼもう入れるって決まってるんで入れます。実際入れると綺麗なんでね。多分由来としてはこのソールと積み上げの皮のつなぎ目をちょっと潰してごま
なんか模様を入れてごまかすとか、もしくはここって結構うねりやすいんで、これはぴったり直線にしてるんですけど、視覚的にちょっとそういう模様を入れてパッとね締まりをよく見せたりとかって、そういう役割なのかなとそもそもは思うんですけど、単純にデザインとして細部のディティールとして綺麗ですよ。これソウル仕上げの時にもやるんですけど、このインク入ってない状態でちょっとやっとくとしっかり入るので、これですね、ここに先端にギザギザのローラーがついてるのが分かります。これを当てていきます。ギザギザ、細かいギザギザ模様が入りました。ということで、これで積み上げできました。こういったドレス系、シングルソールでベルウエストやってるような靴の場合は、基本的にはわずかに一度傾斜ヒールにしますね。ここが底にかけて少しすぼまっていくような形状です。多少こうやった方がすっきり見えますね。で、場合によってはもっと傾けたりもします。これぐらいだとパッと見た時には、ほぼまっすぐに見えますね。逆にヒールのラインがここから下に向かってすぼまるじゃないですか。完全にここをまっすぐにしておくと、むしろちょっと広がって見えたりもするので、少し傾斜をつけますというのが僕の思っているやり方ですね。ということで、こんな感じで積み上げができて、靴の形として完成しました。次回はこれをね、ソールを磨いてアッパーも磨いて完成までいきたいと思います。ということで、次回ね、完成ぜひご覧ください。それではまた。